この動画では、ポケモンの誕生について話をします。ポケモンは、今では世界中で知られている作品です。最初はゲームから始まりましたが、今ではアニメ、カード、映画、おもちゃなど、いろいろな形で楽しまれています。子供の頃にポケモンで遊んだ人が、大人になってからもう一度楽しむこともあります。では、ポケモンはどのように生まれたのでしょうか。その始まりには、一人の少年の思い出がありました。その少年は、虫を探したり、集めたりすることが大好きでした。その少年の名前は、田尻聡さんです。田尻さんは、大人になってから、子供の頃の虫取りの楽しさをゲームの中に入れたいと考えました。虫を探し、集め、友達と見せ合う楽しさ。その思い出が、ポケモンのアイデアにつながっていきます。この動画では、ポケモンがどのように生まれ、どのように世界へ広がっていったのかを見ていきます。虫取りが好きだった少年。田尻さんは、1965年に生まれました。子供の頃、田尻さんが住んでいた場所には、自然がたくさんありました。田んぼや池があり、草の多い場所もありました。田尻さんは、そこで虫を探して遊んでいました。カブトムシやクワガタを探したり、水の中にいる小さな生き物を見つけたりしていました。虫がどこにいるのか、どんな場所に集まりやすいのか、田尻さんはよく観察していました。友達は、田尻さんのことを、虫博士と呼ぶこともありました。田尻さんにとって、虫取りはただの遊びではありませんでした。虫を探すときには、どこにいるのかを考えます。見つけたら、どうやって捕まえるかを考えます。捕まえた虫は、友達に見せたり、比べたりすることもできます。この楽しさが、後のポケモンにつながっていきます。でも、時間が経つにつれて、田尻さんの町は少しずつ変わっていきました。家や道路が増え、田んぼや池は少なくなっていきました。虫を探していた場所もだんだん少なくなっていきます。その頃、田尻さんは新しい遊びにも出会いました。それがゲームです。ゲームセンターに通うようになった田尻さんは、今度はゲームに夢中になりました。ただ遊ぶだけではありません。田尻さんは、ゲームのルールや仕組みをよく考えていました。どうすればうまく進めるのか、どこに秘密があるのか、なぜ面白いと感じるのか。虫を観察していた時と同じように、田尻さんはゲームも深く考えていました。やがて田尻さんは、ゲームについて調べたことを書き始めます。それが、次の大きな一歩になります。ゲームフリークの始まり。田尻さんは、ゲームについて自分で調べたことを本にしました。その本の名前がゲームフリークです。最初のゲームフリークは、会社の名前ではありませんでした。田尻さんが自分で作った小さなゲームの本でした。その本には、ゲームの情報や、うまく進める方法が書かれていました。今で言う、ゲームの攻略本に近いものでした。この本を通して、田尻さんは大切な人と出会います。その人が、杉森健さんです。杉森さんは、絵がとても上手な人でした。田尻さんの本を読んだ杉森さんは、田尻さんに連絡をします。二人はゲームが好きで、
新しいものを作りたいという気持ちを持っていました。田尻さんにはゲームのアイデアがありました。杉森さんにはそのアイデアを絵にする力がありました。この出会いはポケモンにとってとても大切なものでした。ポケモンにはたくさんのキャラクターが出てきます。かわいいキャラクターもいれば、かっこいいキャラクターもいます。少し不思議なキャラクターもいます。その世界を作るには、アイデアだけでなく、絵の力も必要でした。やがて、田尻さんたちは、ゲームについて書くだけでなく、自分たちでゲームを作りたいと考えるようになります。そして1989年、ゲームフリークは会社になりました。最初から大きな会社だったわけではありません。お金も人も少なく、仕事は簡単ではありませんでした。でも、田尻さんたちには、面白いゲームを作りたいという強い思いがありました。いろいろな仕事をしながら、ゲームフリークは少しずつ力をつけていきます。その中で、田尻さんの頭の中には、一つのアイデアがずっとありました。子供の頃に楽しんだ虫取りをゲームの中でできないか。虫を探し、捕まえ、集め、友達に見せる。その楽しさをゲームにできないか。このアイデアを形にするために大切なものが必要でした。それがゲームボーイです。通信ケーブルから生まれたアイデア。ポケモンのアイデアはゲームボーイによって大きく広がりました。ゲームボーイは任天堂の携帯ゲーム機です。手に持ってどこでも遊ぶことができました。ゲームボーイには通信ケーブルという道具がありました。通信ケーブルを使うと2つのゲームボーイで通信することができます。田尻さんはこの通信ケーブルを見てあることを考えました。もし小さな生き物がこのケーブルを通って友達のゲームへ移動できたらどうだろう。この考えがポケモンの大きなアイデアになりました。一人で遊ぶだけではありません。友達とつながるゲームです。自分が捕まえたキャラクターを友達と交換できます。友達のキャラクターと自分のキャラクターを戦わせることもできます。これは田尻さんの子供の頃の虫取りによく似ていました。虫を捕まえ、集め、友達に見せたり比べたりする楽しさ。その楽しさをゲームの中でできるようにしたのです。ポケモンの基本はとてもわかりやすいものです。ポケモンを捕まえて育て、友達と交換したり、バトルで戦わせたりする。このシンプルな仕組みが多くの人を夢中にしました。当時のゲームは一人で遊ぶものも多くありました。その中で自分が集めたキャラクターを友達と交換できることはとても新しい体験でした。田尻さんはこのアイデアを任天堂に伝えました。任天堂にはスーパーマリオを作った宮本茂さんがいました。宮本さんは田尻さんのアイデアに可能性を感じました。こうしてポケモンの開発が始まります。しかし、完成までは長い時間がかかりました。長い開発と発売。ポケモンの開発は簡単ではありませんでした。開発が始まったのは1990年頃です。でも、すぐには完成しませんでした。ゲームの仕組みを考え、ポケモンをデザインし、
街や音楽を作る必要がありました。さらに、バトルのルールや通信の仕組みも作らなければなりませんでした。ポケモンには、たくさんのキャラクターが出てきます。一匹一匹に、名前、見た目、特徴、強さ、技があります。それを作るのは、とても大変な仕事でした。杉森さんたちは、ポケモンを一匹ずつデザインしました。かわいいポケモン、怖いポケモン、水に住むポケモン、火を使うポケモンなど、いろいろなポケモンが生まれていきました。田尻さんは、プレイヤーが本当に冒険しているように感じることを大切にしました。ポケモンを集めている楽しさや、友達と交換したくなる気持ちも大切にしました。しかし、開発は長く続きました。お金が足りない時もあり、会社を続けることも簡単ではありませんでした。それでも、田尻さんたちは諦めませんでした。このゲームはきっと面白くなる。子供たちはきっと楽しんでくれる。そう信じて作り続けました。そして、1996年2月27日、ポケモン赤、緑が日本で発売されました。開発が始まってから約6年が経っていました。長い時間をかけて、田尻さんたちのアイデアはようやく形になったのです。赤、緑から広がる人気。1996年に発売されたポケモン赤、緑には151匹のポケモンが登場しました。プレイヤーはいろいろな場所を歩き、ポケモンを捕まえていきます。草むらを歩いたり、洞窟に入ったり、海を進んだりしながら、新しいポケモンに出会います。ポケモンの世界は、子供にとって大きな冒険の場所でした。プレイヤーは主人公になり、ポケモンを連れて旅に出ます。強いトレーナーと戦い、ジムリーダーに挑戦し、友達とポケモンを交換します。ポケモンには、集めること、育てること、戦うこと、そして友達と交換することの楽しさがありました。さらに、子供たちは、捕まえたポケモンや好きなポケモン、強いと思うポケモンについて話して盛り上がりました。でも、ポケモンは最初から大ヒットしたわけではありません。人気は少しずつ広がっていきました。大きな広告よりも、子供たちの間の口コミが力になりました。友達が遊んでいるから、自分も遊びたい。自分が捕まえたポケモンを友達に見せたい。友達と交換したい。そう思う子供が増えていきました。ポケモンは一人で遊ぶゲームでありながら、友達とつながるゲームでもありました。これがポケモンの大きな魅力でした。そして、ポケモンの人気はゲームだけでは終わりませんでした。アニメ、カード、そして世界へ。1997年、ポケモンのアニメがテレビで始まりました。アニメには、サトシという少年が出てきます。そして、サトシのパートナーとして、ピカチュウが登場します。ポケモンを知らなかった人も、アニメを通してポケモンの世界を知るようになります。ゲームでは、たくさんのポケモンがいました。アニメでは、サトシとピカチュウの旅を通して、その世界がもっとわかりやすくなりました。サトシは新しい街へ行き、新しいポケモンに出会います。仲間と出会い、失敗しながらも前へ進んでいきます。この物語は、
多くの子供たちの心をつかみました。ポケモンカードも人気になりました。カードではポケモンを集めたり、友達と交換したり、対戦したりできます。ここにもポケモンらしい楽しさがありました。ゲーム、アニメ、カード。この3つが合わさって、ポケモンの人気はどんどん大きくなっていきました。その後、ポケモンは海外にも広がっていきます。1998年には、北米でも発売されました。言葉が違っても、ポケモンの楽しさは伝わりました。かわいいキャラクターを捕まえ、育て、友達と交換するという遊びは、多くの国の子供たちにもわかりやすいものでした。その後も、新しいゲーム、新しいポケモン、新しい舞台が作られ続けます。子供の頃にポケモンで遊んだ人が大人になり、大人になってからもポケモンを楽しむ。親が子供と一緒にポケモンを楽しむ。ポケモンは世代を超えて愛される作品になっていきました。この動画のまとめ。この動画ではポケモンの誕生について見ていきました。ポケモンは世界中で愛されている作品です。ゲーム、アニメ、カード、映画、おもちゃなどいろいろな形で楽しまれています。でも、その始まりには一人の少年の思い出がありました。田尻さんは子供の頃、虫取りが大好きでした。虫を探し、捕まえ、集めることに夢中でした。その後、田尻さんはゲームに出会い、ゲームフリークという本を作りました。その本を通して杉森さんと出会います。二人はゲームについて話し、一緒に新しい世界を作ることになりました。ゲームボーイの通信ケーブルを見た田尻さんは、新しいアイデアを思いつきました。小さなキャラクターが友達のゲームへ移動する。そして、キャラクターを捕まえて育て、交換し、バトルで戦わせるというアイデアが生まれました。開発には約6年かかりました。大変なこともたくさんありました。でも、田尻さんたちは諦めませんでした。1996年、ポケモン赤、緑が日本で発売されました。最初はゆっくり広がりましたが、子供たちの口コミで人気になっていきました。その後、アニメが始まり、ピカチュウが人気になりました。カードも人気になり、ポケモンは日本から世界へ広がっていきました。ポケモンはただのゲームではありません。一人の少年の好きな気持ちから生まれた大きな物語です。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。